ですね、パティシエになりたいっていうのはもうずっと保育園くらいの時から思ってて、自分のお店もできたらいいなっていうのは思ってました。お客さんとかからも可愛いですねって言ってすごいワンちゃんのお話ししてくださるお客様多くて結構いつもより多めに用意してても12時半とかで結構もう30分1時間とかで種類少なくなってたりしますね。その時はもう追加で製造してっていう感じですね。メロンを丸ごと器にしたショートケーキっていうのをやってて、それは人気ですね。丸ごとの桃のタルトやってるんですけど、それは毎年すごく人気ですね。
で写真撮ってます。できるだけ、地元のもので使えるものは地元のものでやってますね。卵だったり、あといちごとか桃だったりっていうのはもう決まった園で使ってて、あとシャインマスカットとかぶどう系もまた決まった地元の園があって、そこのものを使うようにしてます。
そうバターが入ってる状いらっしゃいませ。母がケーキ作りが大好きで、小さい頃はバースデーケーキとかも全部母の手作りだったんですね。でも自然にお菓子作りが好きになって、いろいろ同時進行で進めていかないと、はい、間に合わないので。
柑橘と紅茶のタルト、中に紅茶のマフィンを挟んで上に柑橘乗せてます。フルーツの自然のこの華やかな感じがすごく好きで。粒あんとお餅、柔らかく炊いたお餅と抹茶ムース入ってます。もう携わる人すべてが幸せになるお店になったらいいなと思ってハッピーにしました。タルトの家族で何種類か選んで、ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、袋箱の中でいいですか？はい、あります。あ、でも誕生日の時はだいたい毎回来てます。今ここにはないんですけど、チーズのフロマージュがすごい好きで、あと滑らかプリンのかぼちゃプリンのタルトですか？あれ結構いつも出てるんですけど、あれがなんか甘すぎなくってすごい好きで、いつも大体買ってますね。どうやったらお客さんがびっくりするかなっていうので「いや」とか「何これ?」とかっていうのを見るのがすごく好きなので、厨房からそういうお客さんの顔を見て喜んでるんです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。
わったらここのやつで使い切りたいんですよ。で、それに切り替わったら皆さんピンチも来たんですよ。余ってる。これリンゴマンゴーはフランス菓子とかと違ってバターが入ってるものじゃないので、少しほろっとした感じですね。サクサクとかじゃなく独特の食感があるんで。これで180度の方。入れてます。一段3枚入ります。この感じはもう全部がカリッカリっていうかガリガリって感じですね。これは外側はサクッとしてるんですけど中はしっとりして、でクランベリーとかドライフルーツとかホワイトチョコ、ピスタチオのナッツの感じがあって、これがオリジナルで作った今回イベント用に作ったお菓子ですね。こういうのでイタリアの郷土菓子を皆さんに感じていただけたら。イタリア語でピスタチオの音、ピスタキオノンナっていうのはおばあちゃんっていう意味ですね。ピスタチオ好きのおばあちゃんが好きな人のために作るピスタチオ菓子っていうのがコンセプトでこれですね。ピスタチオのロース
食べるものなんてある？俺みたいにジャンクなもの食ってるやつはダメです。芝とかね、飼育する段階でワカメとか育てると来て。お菓子作り大変ですか？大変ですね。でも楽しいですよ。うまくいくとやっぱり。結構神経使いますね。気使ってます。膨らんできましたね。すごい綺麗に膨らんでますね。良かったですよ。心臓バクバクです。入れます。ああいうのは何を見て判断するんですか？あ、焼き色とか、あとなんか膨れてきたなんか割れ目ですか？いい香りしますよね。この匂いすごい好きです。ちょっと冷凍で固めます。はい。
でピスタチオ3粒。営業日だとやっぱり朝バタバタですか？もう毎日こんな感じですね。結構いっぱいいっぱいです。今日何時からパン焼き始めてたんですか？今日は2時半ですね。そこまで今日すごいパン焼く量が多かったわけじゃないんで、もっと早いと1時半から始める時もあれば、でもその分早く寝るんで6時間とかは寝てますね。9時ぐらいには寝て、もっと早い9時時、そうですね、9時ぐらいにもうちょっと早い時もありますね。
かというと白バンダーとルバーブの周りがサクサクで中がブリオッシュ生地までふわふわしてます。紅茶が入ってるので、その風味と揚げ上がりにミルクパウダーとお砂糖を混ぜたものを作れるので、ミルキーな感じです。お待たせしました。オープンでございます。こんにちは、どうぞ。パストラミだけ取っていただいてもいいですか。はい。はい。お待たせいたしました。まあ、うちは対面販売って言ってお客様が取るスタイルじゃなくてうちが取るので、そこでのなんか会話とかも楽しみながらで、帰るときはお見送りをして人と人とのつながりを大事にしています。
ホテルがコロナ禍で閉館になることになって、自分実家継ぐ予定だったんですけど、そのまま実家継いでしまうとただのコーヒー屋さんになってしまうので、自分の持ってるものを何か活かせたらなと思って、そのコーヒー屋さんの支店としてこのお店を出したっていうか、そのホテルの働いてたメンバーにもなんか一緒に働ける場所を作れたらいいなと思ってこのお店をやったって感じです。そうですね、うちの人気メニューは、定番としてはやっぱりプリンとかシューとか、あとはモンブランが結構人気あったりして、乾燥させて明日垂れないぐらい、ちょっと固めに、はい、もうちょっと立ててもいいかなっていうぐらいなんですけど、ちょっと混ぜたらたまに緩むことがあるので。大事じゃないよ。アイヌの妖精で幸せと食べ物を運んできてくれる妖精って言われてるらしくて、
美味しいケーキ提供することで心が温まってもらえるようなものを作りたいっていう気持ちでデザインしたやつですね。うちのやつは割と中入りから中深って感じなんで、豆の酸味とかも結構出てるような感じの豆になります。シュー生地に今アーモンドクリーム絞ってます。今日は多分かかってるかかってる。
冷まさなきゃいけない。50度ぐらいまで上げて、40度から42度まで下げて、ちょっとバタークリーム熱すぎると溶けちゃうので、これはいかないですか？あとはまたボンド入れたりしてクリーム。3回目ぐらいかな。いつも美味しそうで悩んでます。でも前ロールケーキ買ったのかな。ね、美味しかった。どれもおすすめです。60円でございます。じゃあお品物こちらお待たせいたしました。ありがとうございます。バイバイ。ココアですね、カカオパウダー。で、これがスイートチョコです。これですね。その時によってちょっと使い分けて、それもでも一緒か。ここに入れりゃいいのか。いとこの子供がそういうのしたいっていうレギュラーになりつつある。大丈夫だな。外れとってめっちゃ怖いことになってる。だんだんおかしなことになってきてる。イケオジです。これ
からもうシロップなんで。まだもうちょっと。シャバシャバとしたものがちょっとトロトロとして、でこのままだととろみついて焦げちゃうんで、常にそこを動かしてあげたりとか、あと周りもちょっとくっつくというか、なので周りも入れてあげる。だからちょっととろみ強めについて焦げちゃうんで、少ないまだ大丈夫。だいたいしっかり混ざった。ちょっと最後のダマダマを取る感じで。終わりました。お時間が1時間以上変わる場合ございましたらお電話いただければと思います。はい、お支払いが本日か当日かお選びいただけますが。クリームにもグラニュー糖じゃなくてきび糖を全部使ってる。コクが全然違うんですよね。まろやかになるっていうか、きび糖を使った方が。うちは基本的に毎朝作ってます。使い切れるように頑張ってます。
おはようございます。あ、助かります。以上ですね。はい、ありがとうございます。ともゆきロールっていう名前が入ったロールケーキの生地です。このスポンジが厚めでクリームもたっぷり入れてるのが特徴になってます。牛乳塗ってるんです。牛乳なんです。卵じゃないんです。乗せるだけで全然味わいと食感が変わってくるので、キャラメル化する部分とそのまま残る部分とかあって、パキパキパリパリだったりザクザクだったりいろんな食感が楽しめる。
練習してる特に好きだから多分もともと。全国に放送されるからね。緊張してるやろ。緊張してまごめん、もう余計なこと言った。す。いや、全然。これしかない。あ、これしかない。みんながいろんな方がいらっしゃるので、ぶどうケーキ食べたい人向けに間にいちごとかフルーツ何も入れてなくて、チョコのクリームとスポンジのみで作ってる。完全に混ざりきる前で止めてます。絞り出すときにちょうど合わさるぐらいの。出来たてがもちろん美味しいものもありますし、時間が経った方がより美味しくなるものもありますけれども、風味に関してはやっぱり毎日作っていったものの方が絶対美味しいですよ。
家内がお店担当でいろいろやってくれてるので。よろしくお願いいたします。2人でやるお店だから関係した名前つけたいな。僕の友人の友と雪への雪を合わせて友雪という冷静になって考えると結構恥ずかしい感じになってるんですけど、でもまあもう愛着が僕はだいぶあるので友雪さんと呼ばれて「はい」って普通に振り向けるぐらいにはなりました。一般企業2時とか3時とかで帰ってもらわないといけなくなっちゃったらしくて、営業しながら整えていく。そんな中でもこうやって手にしていかないといけないですし、夢をうちらそんな感じでやってる。さっきのとはまた別のロールケーキです。これいろんな種類のロールケーキ作ってるんで、それはそれで手間になっちゃってます。もう手作りを本当に大事にされてますね。そうですね、やっぱりせっかくお店持ったんだからなるべく手作りでこだわりたい。これはクレープオプリン、プリンアラモードですよね。要はフルーツも結構うちは結構使うので本当見た目重視です。これラズベリーのソースです。昔はなかなかこのタルトの仕上げを任せてもらえなくて、これができるようになるとなんか認められたなみたいなのが僕の中であって、やっぱ嬉しかったですね、これやらせてもらえた時は。
イマーは動いてる？誰か動かしてる？最初カフェやりたかったんですよね。カフェに出すものはなんか自分で作れないとしょうがないよなと思ってお菓子の専門学校に通い始めたっていうのが始まりです。やってるうちにケーキ作ってお客さんにいらっしゃいませしている方が楽しくなっちゃったんです。ありがとうって喜んでくれる仕事なので、自分がやってることで喜んでくれることが嬉しかったですね。記念日とかにやっぱり来る人が圧倒的に多かったりするので、そういった記念日に携われる、で喜んでもらえる、自分が作ったものが記憶にちょっとでも残る可能性があるってことはやっぱりやりがいだし嬉しいなって思うし、みんなにも言ってはいるんですけれども、そういったことに喜びを感じれるようにで、そういうことを忘れないようにしないといけないよっていうのがあります。美味しいと思ってもらえるからいつもドキドキしてます、常に。生地に関しては美味しい卵を使うので、卵のうまみを味わってほしいのでバターとか使わずにこういった米油とそういうところで工夫しています。30枚持ってきてもらってすいません、あと20枚しかない。菓子工房智之の柳沢です。当店では皆様の日常にほんの少し笑顔あふれるようお手伝いができるよう毎日おいしいケーキたちと一緒に皆様のご来店お待ちしております。ぜひぜひ皆様遊びに来てください。待ってます。
どう使ってます。ロリエの飾り付けで。これもね、その人によってバラバラなんですよ。一緒じゃなくていいかなみたいな。やりやすいですけど難しいです。ブラックベリーがあったらブラックベリーも使うし、ない時はブドウを使うし、これ自由なんですよ。ベリー系のナパージュになります。これも花の指定がないんで、毎回来る花の色が違うんですよ。どのお菓子にどの色が合うのか、それも自由なので、その人の感性によるところが結構多いですね。
やってこれ難しいな。フレンチとか行っても料理人が作るやつって料理に見えないぐらい綺麗じゃないですか。じゃあそれをタルトの上に表現しましょうよっていう、そういうので。
紅茶はお菓子にならないでオリジナル紅茶を作りました。ありがとうございます。いきます。入れちゃう。こ
焼き上がり。それでウェディングケーキ打ち合わせとかデザートビュッフェとか全然違いますね、ケーキの中でも。ケーキの綺麗さ、他のケーキ屋さんとはやっぱ全然違うので、スタイルであったりとかオーナーが自由な発想なところに惹かれましたね。します。
クアウトはできるんですけど、こちらで提供するのが一応旬のもの、その季節のもの。おすすめはこのやっぱりルージュ・アントワネットですね。お酒は大丈夫ですか？エチケットはですね、フランス語で一応可愛いっていう意味があるんですけども、あんまり持たせたくなくて、短くて分かりやすい名前、誰でもすぐ言える名前にしようと思ってその名前に決めました。店舗が2つになりまして、ちょっと1人じゃどうにも大変だということで、こちらはこちらでシェフをやってくれる方いらっしゃったので、お願いして2人で考えてるって感じですかね。両店舗とももう今スタッフにいろいろお菓子を考えてもらってて、いずれは自分のフィルターを通すので、他の人の感性とか考え方とかそういうのを大事にしたいなと思って一緒に作ってるっていう感じですね。一言で言うとどんな店だと思いますか？タルトという分野を突き詰めたお店ですかね。美味しいですか？よかったです。すいません、ありがとうございます。これでしょう。ありがとうございます。こちらバターですね。普通に無塩のバターです。市販でも売ってるようなやつですけれど、単純にバターはやっぱり美味しいです。よいしょ。とりあえず200食分くらいですね。保存のしやすさとかいう理由もあるんですけれど、単純にね、お子さんが食べるっていうことが多いので、結構こういう豆乳とか使っているものも栄養価の高いものっていうのは結構あります。4年目に入ったんですよ。で、今はちょうど25になりまして、ちょうど始める時の20代くらいの時にもっといったお菓子屋さんのところで就職するか、自分で何かしらやってみるかみたいな選択肢がありまして、せっかくなら若いうちにね、やれることはやろうみたいな感覚で、いつの間にかキッチンカーが始まりましたね。キッチンカーをやりたかったというよりは自分で作ったものを出せる場が欲しかったんですかね。ラズベリーをペースト状にしてお砂糖と一緒に煮詰めたやつですね。クリスマスの限定品ですね。基本的にうちのクリームは全部生クリームが入ってないんですよ。イベントとかだとクレープとワッフルが2台横に並ぶこともあるんですね。差別化じゃないですけど、生クリームなしでやってます大体。これがもうちょっと冷えると固まってきて、でワッフルのね穴に絞るのにちょうどいいぐらいの硬さになるので。これ何ですか？ウェルマンディーズグレーズっていちごの濃縮液みたいな感じのやつですね。
ます。クリームを10種類くらいやってると全部1種類ずつとかでも結構な量になるので、といった感じで。いつもお片付けは全部終わってからなんですか？終わってからもうこれ全部重ねちゃって持ってっちゃう感じです。これが全粒粉ですね。小麦粉の半分くらい入れてます。ですね。はい、全部言ってったらもうレシピ公開ですね。確かにまずいところちゃんと言ってください。なんとかするんで。今の何ですか？これが消しの実ですね。消しの実です。消しの実？あんパンとかの上に乗ってるつぶつぶというとわかりますかね。はい。そう、あれです。あれごまじゃないんですね。あれごまじゃないんですよ。で、これでベースの粉が完成ですね。これが日によって全粒粉のところがライ麦に変わったり、あとコーンミールとかそういう他の粉物に変わりますね。ベースは一緒なんですけど、結構ね風味というか雰囲気が変わりますね。食感もちもち具合と、あとやっぱ鼻に抜ける風味はかなりライ麦は変わりますね。ライ麦一押しです。どういう風に決めるんですか？在庫とかの関係が一番ですけど、あとは気分ですかね。大体飽き性なので同じもの作ってると飽きるんですよ。卵黄ですね。最近販売価格が2倍くらいになってめちゃくちゃ打撃を受けてる卵黄ですね。バイトまではいかなくても 1.8 倍くらいになった卵白ですね。仕事じゃない時の自由時間がないことですかね。もう帰ったらそのまま仕込みがあるので、実質的な仕事が営業終わったら終わりじゃなくて、営業終わった後にお家に帰ってから洗い物だとか食材しまったりして、でそこから仕込みってなるんで、搬入が9時とかで終わりが8時とかの現場も全然いっぱいあるんで、これ冷やしておいて、で次の営業の時に持っていけばって感じですね。ねえ、あ、やめなさい。だんだんと声を荒げていってしまうから。猫好きが猫好きを呼ぶのもあって、ああいう猫グッズをしていると猫好きがね集まってきてくれるんですよ。おはようございます。いえ、とんでもない。相手してくれました、また。早いですわ。これでいかがでしょう。すいません。
天気ですね。そうですね、割と涼しいですし人も出そうな感じで。行く時ってなんかこう考えてたりとかってするんですか？あんまり考えてないですねどちらかというと暇な時間をどう過ごすかみたいな感じです。だから普段はだいたいラジオとかつけて音楽聴きながらただただ1時間とか30分とかの道のりを行くだけですね。あ、おはようございます。どうも。これで中がついたはずです。ぜひ12月9日鶴見公会堂で映画の上映があります。ぜひともお越しください。チャンネル登録よろしくねありがとうございますはい置いといてああいう感じで、とにかくどんどんこういろんな方と知り合いになっていくのがキッチンカーな気がします。帰りって言ってるけど帰りまでやってるといいな。お子さんも大体いっぱいなんですけれど、平日なんかはオフィスのおじさま方がこう、ね、オフィスの女性陣にまとめていっぱい買ってったりとか、本当に今9種類あるんですけど、こちら全種類1個ずつみたいなことも結構ある。平日は平日で、土日は土日の需要がある感じですね。今日4時ぐらいまでイベントをやってます。すみません、ごめんなさい。お願いします。すみません、お手数おかけします。海外製なのもあって物自体はかなりしっかりしてます。周りの和菓子屋さんからすごい醤油のいい匂いがしますね生地焼くのでだいぶ匂いが出るので、生地焼くこと自体もやっぱりお客さん呼び込む行為になるので2つだけ最初なんで試し焼きです。でこれで完成の状態ですね。
電気は全部これに持ってかれてるんで、ストーブとかつけられないんですよ、なんも。結構過酷ですね、したら冬。冬と夏は過酷ですね。はい、メープルとスイートポテトで。はい、こちらお持ち帰りですね。はい。クリスマスツリー。はい、大丈夫です。ありがとうございます。お待たせいたしました。はい、すみません、失礼いたします。はい、ごめんね、お待たせしました。ごめんね、はい、ありがとうございます。ありがとうね。最初は4種類とか5種類くらいしか作ってなかった。スイートポテト系とかそういうお芋系のが食べたいっていうので、これも作りましたし、お客様の声を聞いた挙句、いつの間にか10種類とかも日常的にあるようになって作る量が増えてますね。メープルバター1つ。はい、メープルは2つで。電子レンジとかトースターで温めていただいても美味しくいただけますので、そのままでも全然大丈夫です。はい、ありがとうございます。はい、すいません、お待たせしました。プレーンとチョコレート。はい、プレーンとチョコレートでお持ち帰り用で大丈夫ですか？はい。すみません、お待たせいたしました。ありがとうございます。雪だるまのですね。よいしょ、お持ち帰り用もできますけど、すぐ食べますか？こんにちは。はい、お待たせいたしました。お子さんの美味しいが一番ね、なんか素直に聞こえて嬉しいですね。それもあっても値上げできないですね。はい、いちごです。初めてですか？初めてです。匂いにつられてとかね、今日もおやつにしようかなって。最初どこで使える？はい、ありがとうございます。一つ300円ですね。で、あと1分かかんないくらいでできるので、少々お待ちください。お待たせしました。ごめんなさい。
せいたしました。クリスマスベリーください。はい。インスタ見てね、絶対このクリスマスベリーにしようと思ってた。初めてです。いつも狙ってて、ダメだったんですよ。だから今日は絶対と思って。失礼いたします。すいません。ありがとうございます。濃いでしょう。ありがとうございます。美味しいね。美味しいですか。よかったです。はい、お待たせしました。ありがとうございます。